Music Wave Countdown Imaginary Top 10 Provided by Star Vision Audio。 こんばんは。ミュージックウェーブカウントダウンゆきぼんです。今回も AI で制作した架空の1989年ヒットチャートトップ10をお届けします。89年は少しずつ時代が動き始めている感じがするかもしれません。それでは10位からスタート。第10位、アイアンクラッドラブインオーバードライブ。ウィンガーを作りたかったんですが、全くウィンガーではなくなってしまいまして、スコーピオンズに近い路線ができてしまいました。これはこれで80年代末のハードロックらしい勢いがある曲かなと思っております。第9位、エイミー・レイン Don't Let Me Go。 アイドルポップです。もう少し PWL っぽい音にしたかったんですが、スノーにはどんなプロンプトを入れてもいまいち作れませんでした。私にはこれが限界です。第8位、ターシャ・リード Treat Me Right。 ペブルスみたいな曲をと思って作りました。当時こういう R&B たくさんありましたよね。派手すぎないけどじわっと耳にくるタイプの曲です。はい、第7位、ストーンエンジェル Falling Apart。 元ネタはノルウェーの3人組ステージドールズです。北欧系というと TNT やトリトのイメージが強いかもしれないんですけれども、ステージドールズもすごくいい曲が多いので、彼らをイメージして作りました。第6位、ケリー・パーカー Piece of My Heart。 当時はティーンポップも流行っていました。ティファニーの Feelings of Forever が好きだったので、そのイメージで作りました。第5位、クリスティーナ Beep Beep Don't Break My Heart。 これはですね、確かジェッツを作ろうと奮闘していたらできた曲です。アリーシャっぽくない、マーティカっぽくないと思って MV を作りました。電話がつながらないという歌詞も 80s っぽくて気に入ってます。第4位、スラムスラムのクラッシュクラッシュ。名前とタイトルでわかりますよね。デンジャーデンジャー狙いで作りました。 TikTok では結構評判が良かったんですが、 YouTube では全く振るわずでした。でも曲としては気に入ってます。 Music Wave Hot Pick。 ホットピックです。かなこの Come to Me。 こちらですね、元ネタにさせていただいたひろこというアーティストを覚えてらっしゃるでしょうか。全米デビューした日本人アーティストで、当時私の周りでは話題になってました。まだ日本人のイメージが寿司芸者だった頃の MV で、今見ると時代を感じます。今回はその空気を少しだけ意識してかなこを作ってみました。Ride the Rhythm Midnight Avalanche. Hi, I'm Christina. You're watching Music Wave Countdown 1989. 第3位、ミラージュさよならも言えなくて。86年のカウントダウンでホットピックとして取り上げたミラージュが戻ってきました。今回はフリースタイル系のグループがやりそうなバラードを意識して作っています。こちらですね、もう少し長い MV も作って投稿しているんですけれども、メンバーが振られまくるという MV になってます。そちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。
はい、第2位です。キラ・デュエット・ウィズ・レックス・ケイン、デンジャラス・ゲーム。元ネタはフィオナとキップ・ウィンガーのデュエット曲です。バラードじゃないデュエットソングがなかなかなくて、ハードロック寄りとなると少ないので、かなり気合い入れて作ったんですが、再生回数ひどいもんです。個人的には気に入っているので2位にさせていただきました。はい、第1位です。ストリート5の Step into Your Heart。もうこれはね、ステップって言ってる段階で元ネタはバレバレかと思いますが、ニューキッズです。そしてこの MV は今まで作った中で一番時間かかりました。生成 AI で作りまくっているもので、最初のメンバーはいずこ状態なんですけれども、顔が変わってっちゃうんですよね。メンバーチェンジはしてない体で、どうか温かく見ていただけると嬉しいです。本当は歌って踊る MV にしたかったんですが、これも AI だとなかなか難しいんですよね。私は洋楽の入り口になるようなこういう分かりやすいグループって必要だと思っているので、またこういうのが出てきてくれることを祈って作りました。はい、架空の1989年トップ10をお送りしました。いかがだったでしょうか。いつものように楽曲から MV、ジャケット、番組、CM まで全て一人で制作しています。どう頑張っても作れない曲があって悔しい思いをしながら作っておりますが、80年代後半の洋楽番組を見ているような気分で楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。